ありがとう。その瞬間、気配は消えた。冷たさも、重さも、何もかもが消えた。2025年8月、韓国、全宗派のクマウルにある祖父の家で、実際に起きた話だ。その夜、私は一人だった。古い監屋の広間、大腸に敷いた薄い布団の上に横になっていた。夏の熱気が残る夜だった。エアコンなど、もちろんない。天井の木組みが、暗がりの中でぼんやりと見えていた。寝つけなくて、ただぼんやりと天井を見上げていた。その時だった。天井の隅、一番暗い場所に、何かがあった。最初は木目の影だと思った。しかし違った。輪郭があった。目があった。そして、それは私を見ていた。私の視線と、ぴたりと会った瞬間、全身の血が、一気に冷えた。それは、祖父の顔だった。祖父は、その日も同じ家の奥の部屋で寝ているはずだった。なのに、なぜ天井に顔があるのか、私は声を出せなかった。体も動かなかった。ただ、その顔と見つめ合っていた。顔は、ゆっくりと笑った。祖父がよくする。目を細めた笑い方に見えた。しかし何かが違った。笑い方が、深すぎた。どこか、人間のものではないような。次の朝、祖父に聞いた。夜中に大腸へ来たかと、祖父は首を傾けた。わしは夜中に起きんよ。腰が痛くてな。その答えを聞いた瞬間、背筋に冷たいものが走った。では、あの天井の顔は何だったのか。祖父そっくりの顔をして、私を見下ろしていたあれは、何者だったのか。それ以来、あの家にいると、常に視線を感じる。背中から、天井から、廊下の暗がりから、何かが、ずっと見ている気がした。この話には、続きがある。日常に戻ってからも、その視線は消えなかった。むしろ、私の普段の生活の中にまで、それは入り込んできたのだ。日常というのは、不思議なものだ。何でもない朝が、後から振り返ると、あの出来事の始まりだったと気づくことがある。これは、そういう話だ。私は当時、大学2年生だった。特別なこともなく、平凡な毎日を送っていた。講義が終われば友人と食事をして、夜は部屋でスマートフォンを眺めて眠る。そんな繰り返しの日々だった。あれは、5月の連休のことだ。母から電話があった。今年は祖父の家に顔を出してあげて、と、そう言われた。祖父は、全州に住んでいる。韓国の全羅北道にある、全州韓屋村。古い木造建築が立ち並ぶ。歴史ある静かな町だ。祖父はその一角に、代々受け継いできた官屋に一人で暮らしていた。私は正直、少し気が重かった。祖父とは昔からあまり話が合わなかった。無口な人で、どこか近寄りがたい雰囲気があった。でも、母の言葉を無視するわけにもいかず、私は重い腰を上げた。バスに乗って数時間、全州に着いたのは、夕方近くだった。日が傾き始め、瓦屋根の上に橙色の光が広がっていた。その景色は、確かに美しかった。しかし、私の心はなぜかざわついていた。祖父の家に着くと、祖父は縁側に腰を下ろして茶を飲んでいた。私の顔を見ると、小さくうなずいただけで、何も言わなかった。久しぶりです。と頭を下げると、ゆっくりして行きなさい。と短く返された。それだけだった。夕食は静かなものだった。祖父は食事中もほとんど喋らない。私も何を話せばいいかわからず、ただ箸を動かしていた。夜になると、祖父は早々に奥の部屋へ引き上げた。大腸丸、手帳丸に布団を敷いておいたから、そこで寝なさい。と言い残して、大腸丸とは、官屋の中央にある広い板張りの間のことだ。夏は風が通り抜けて涼しく、昔は家族が集まる場所だったという。しかし今夜、そこに寝るのは私一人だった。布団を敷いて横になると、天井が高く見えた。古い木材が組まれた天井、節目が、まるで模様のように広がっていた。夜の静けさの中で、私はぼんやりとその天井を見上げていた。その時、気づいた。天井に、顔があった。木目の中に浮かぶような、人の顔。しかしそれは、ただの模様ではなかった。目があった。鼻があった。口があった。そして、その顔は、私をじっと見下ろしていた。祖父に、そっくりだった。次の瞬間、全身に鳥肌が立った。あれは本当に祖父の顔だったのか、それとも、祖父の顔をした何かだったのか、その答えを、私はまだ持っていない。最初は、
音だった。あの夜、天井の顔を見てから、私はしばらく動けなかった。息を止めたまま、目だけで部屋の中を確認した。他に誰もいない。風も吹いていない。しかし、何かが変だった。音がした。かすかな、ひっかくような音。天井の板の向こうから、何かが動いているような音。ネズミかもしれない。古い家だから、そういうこともある。私はそう思うことにした。でも、その音は不規則だった。リズムがあった。まるで、誰かが天井の上を、ゆっくりと歩いているような。一歩、一歩、止まりながら、IMG、夜の大腸丸。天井に向けられた視線、薄暗い木造の空間。次に気づいたのは、匂いだった。線香の煙に似た、甘くて重い香り。でも、この家で線香を焚いている場所はない。仏壇は別の部屋にある。しかも、扉は閉めてあった。匂いは、床の近くから漂ってきた。大腸丸の木の床板の隙間から、私は鼻を追いながら、それでも動けなかった。あの天井の顔が、まだ目の裏に焼き付いていたから。そして、温度が下がった。夏の夜だった。蒸し暑いはずの夜に、急に空気が冷たくなった。エアコンはない。窓は閉めたままだった。それなのに、足元から冷気が這い上がってくるような感覚があった。私は布団を引き寄せた。無意識に、体を小さく丸めた。大人になってから、初めて感じる種類の恐怖だった。子供の頃に感じた。見られている。という感覚。それが、今、この部屋に満ちていた。IMG、古い木造の廊下、床の隙間から漏れる淡い光、夜の静寂。それでも、私は自分に言い聞かせた。古い家だから、音が鳴る。木が乾燥して、膨張して、収縮する。匂いも、気のせいかもしれない。冷気も、外の風が隙間から入っただけかもしれない。全部、説明できる。全部、理由がある。私はそう考えて、目を閉じようとした。でも、閉じられなかった。なぜなら、もう一度だけ、天井を見てしまったから、あの顔が、まだそこにあった。ただの木目じゃない。さっきより、はっきりしていた。目が、こちらを見ていた。次の瞬間、確信した。これは、気のせいじゃない。私は、確かに見た。もう一度だけ、見てしまった。それが、すべての始まりだった。目を閉じようとした。閉じれば、終わる。そう思っていた。でも、体が動かなかった。視線が、天井に縫い付けられたまま、離れなかった。そこに、あった。さっきと同じ場所。さっきと同じ位置。でも、さっきとは違った。輪郭が、くっきりしていた。木目の模様じゃない。影の重なりでもない。目があった。鼻があった。口があった。そして、こちらを、見ていた。祖父の顔だった。間違いなく、祖父の顔だった。白髪混じりの眉。深く刻まれたシワ。細くなった目の端。全部、知っている。何十年も見てきた。あの顔だ。でも、おかしかった。祖父は、今、別の部屋で寝ているはずだ。縁側の大広間に、一人でいるのは私だけのはず。なのに、天井に、祖父の顔があった。私は、声を出そうとした。出なかった。喉が、固まっていた。息が、うまく吸えなかった。体全体が、石になったみたいだった。動かそうとしても、指一本動かせなかった。ただ、目だけが動いた。天井の、その顔を、見続けていた。顔は、動いていなかった。表情も、変わらなかった。ただ、見ていた。じっと、こちらを、私は、必死に頭の中で考えた。祖父が、起きてきたんだろうか。私の様子を、心配して。でも、違う。天井だ。天井の、上から、人間が、あんな角度で顔を出せるはずがない。それでも、私は信じたかった。祖父だと、信じたかった。でも、その顔が、かすかに、動いた。口元が、動いた。何かを、言おうとしているみたいだった。音は、聞こえなかった。でも、唇が、確かに動いた。その瞬間、私の中の何かが、ぷつりと切れた。これは、祖父じゃない。祖父の顔をしている。何かだ。体が、ようやく動いた。反射的に、布団を頭からこうむった。心臓が、耳の中で鳴り響いていた。手が、震えていた。布団の中で、私はじっとしていた。長い時間が過ぎた。どれくらいかは、わからない。
静かだった。何も聞こえなかった。ゆっくりと布団から顔を出した。天井を見た。何もなかった。ただの木の天井だった。でも私にはもうわかっていた。何かがこの家にいる。そしてそれは今夜私に気づかせようとした。次の夜、それはもっと近くに来た。次の夜が来た。私は再び大腸の間に布団を敷いた。怖かった。それでも逃げたくなかった。祖父の家だった。何十年も家族を守ってきた場所だった。ただの気のせいだと思いたかった。布団に入り、天井を見つめた。古い木の板が並んでいた。節目がいくつもあった。昨夜と何も変わっていなかった。時間が経った。夜が深くなっていった。外の音が消えていった。虫の声も風の音もやがて何もなくなった。静寂が部屋を満たした。その時気づいた。天井の節目の一つが動いた。いや、動いたのではない。形が変わったのだ。ゆっくりと少しずつ丸くなった。横に広がった細い線が現れた。目立った。IMG。古い木の天井に浮かぶ老人の顔。暗い和室。恐怖。私は息を飲んだ。体が固まった。動けなかった。それは顔だった。老いた人間の顔だった。シワが深かった。眉が白かった。目が細く私を見ていた。知っている顔だった。祖父だった。でもおかしかった。祖父は今隣の部屋にいるはずだった。なのに天井にいた。こちらを見ていた。じっと見ていた。目があった。その瞬間、全身の毛が逆立った。冷たいものが背筋を走った。逃げなければと思った。でも体が言うことを聞かなかった。その時、声が聞こえた。低くかすれた声だった。遠くから来るような、それでいて耳の真横で囁くような声だった。私の名前を呼んだ。一度だけ。ただ一度だけ。確かに私の名前だった。祖父の声に似ていた。でも違った。何かが決定的に違った。温かさがなかった。祖父の声にはいつもあったぬくもりが、その声には全くなかった。私は目を閉じた。布団を頭までこうむった。心臓が痛いほど鳴っていた。呼吸ができなかった。それは本当に祖父だったのか、それとも祖父の姿を借りた何か別のものだったのか、私にはわからなかった。ただ一つだけわかったことがあった。この家の何かが私を知っている。私の名前を知っている。朝になった。祖父は普通に起きてきた。朝ごはんを食べ、新聞を読み、縁側で日向ぼっこをしていた。何もなかった顔で、何も知らない顔で、私は何も言えなかった。でも、それから毎日、視線を感じるようになった。視線を感じるようになったのは、あの夜からだった。最初は、気のせいだと思っていた。古い家だから。と、木がきしむ音も、風が入る音も、全部そのせいだと。でも、違った。朝、洗面所で顔を洗っているとき、ふと鏡を見ると、背後に誰かが立っているような気がした。振り返っても、誰もいない。ただ、廊下の奥が、少し暗かった。昼間も、同じだった。祖父が縁側で新聞を読んでいる。祖母が台所で何かを煮ている。家の中は、穏やかだった。なのに、私だけが、どこかから見られていた。縁側に座って庭を眺めていると、背中が重くなる感じがした。後ろから、じっと押さえつけられるような。振り返ると、廊下の端に、影があった。人の形をした影が。でも、一瞬で消えた。私は何度も自分に言い聞かせた。疲れているから。と、あの夜のことを引きずっているから。と、それでも、視線は消えなかった。夕方になるほど、それは強くなった。日が落ちて、家の中が薄暗くなると、空気が変わった。温度が少し下がる。音が少し遠くなる。そして、誰かがすぐそこにいる感覚が、じわりと近づいてくる。私は祖父の顔を何度も確認した。あの夜、天井で私を見下ろしていた顔と同じなのか違うのか。祖父はいつも通りだった。穏やかで、優しくて、何も知らないような顔で。でも、時々、ほんの一瞬だけ、
祖父の目が違う気がした。笑っているのに、目だけが笑っていない。私を見ているようで、私の奥の何かを見ているような気のせいかもしれない。ずっとそう思おうとしていた。でも、3日目の夜、私は確信した。一人じゃない。と、大広間の縁側に座って、外を見ていた時だった。庭は静かで、風もなかった。木も揺れていなかった。なのに、縁側の板が、きしんだ。私の隣で、誰もいないのに、誰かが座ったように、私はゆっくり、横を向いた。誰もいない。ただ、その場所だけ、空気が冷たかった。体が動かなかった。その瞬間、奥の部屋から祖父の声がした。普通の声で、夕飯だよ。と、私は立ち上がった。足が震えていた。この家に、もう一人いる。それは確かだった。では、それは何なのか。なぜ、この家にいるのか。次の夜、私はついに、その正体に迫ることになる。私は、その夜から調べ始めた。あの存在が、何なのか。なぜ、この家にいるのか。なぜ、祖父の顔をしていたのか。祖父に、直接聞くことはできなかった。あの顔が、本当に祖父のものだったとしたら、違うものだったとしたら、どちらにしても、怖かった。私はまず、この家の歴史を調べた。祖父の家は、泉州の関奥村にある、築80年を超える、古い建物だ。大腸の柱には、細かい傷が無数に刻まれていた。子供の背丈ほどの高さに、規則正しく並んでいた。祖父に、その傷のことを聞いた。祖父は少し間を置いて、答えた。昔、ここには別の家族が住んでいた。戦争の前の話だ。その家族に、一人の老人がいた。目が不自由で、壁に手をついて歩いていた。傷は、その老人がつけたものだ。と、私の背筋が、消えた。老人、天井から見下ろしていた顔、深いシワと、白く濁った瞳。あの顔は、祖父ではなかった。祖父に似た。別の老人だった。なぜ、そう思ったのか。理由がある。祖父の目は、今も住んでいる。しかし天井の顔の目は、白かった。ほとんど光のない、濁った白だった。目の不自由な老人の目と、同じだった。その老人はいつこの家で亡くなったのか、祖父は知らない。と言った。ただ、戦争の混乱の中で、家族とはぐれたらしい。と、残された。ということだ。家族を失って、この家に残された。誰にも見つけられないまま、この場所に泊まり続けた。では、なぜ私に近づいたのか。なぜ、祖父の顔に見えたのか。私には、一つの考えがある。老人は、孤独だった。長い時間、誰とも話せなかった。だから、人の気配に引き寄せられた。特に、一人でいる人間に、あの夜、大腸に一人で横になっていた私に、老人は、ただ、近づきたかっただけかもしれない。それが、怖い。悪意ではないことが、もっと怖い。しかし、話はまだ終わらない。その老人が、私に伝えたかったものがある。翌朝、大腸の隅に、それは置かれていた。次の夜、私はついにその老人と、向き合うことになる。翌朝、大腸の隅に、それは置かれていた。古びた折りたたまれた紙だった。表には、何も書かれていなかった。私はしばらく、それを手に取ることができなかった。やがて、震える指で紙を開いた。中には、一枚の写真があった。白黒の、古い写真だった。縁側に座る老人が、写っていた。笑っていた。穏やかな、静かな笑顔だった。その顔を見た瞬間、私は息を飲んだ。天井にいた、あの顔だった。間違いなかった。祖父に、その写真を見せた。祖父の表情が、固まった。これは、先代の持ち主だ。と、祖父は言った。もう、50年以上前に亡くなった人だ。と、その夜、私はまた大腸に横になった。自分でも、なぜそうしたのかわからない。ただ、呼ばれている気がした。部屋の電気は消した。障子越しに、月の光だけが差し込んでいた。しばらく、何も起きなかった。静かだった。風も止んでいた。その時、気配が変わった。空気が、重くなった。息が、白くなるほど冷たくなった。ゆっくりと、天井を見上げた。いた。同じ顔が、そこにあった。ただ、今夜は違った。もっと、近かった。顔が、少しずつ降りてきていた。ゆっくりと、
確実に近づいてきていた。逃げなかった。逃げられなかったのではない。逃げたくなかった。なぜか怖くなかった。その顔はただ静かに私を見ていた。怒ってもいなかった。悲しんでもいなかった。何かを伝えようとしていた。老人の唇が動いた。声は聞こえなかった。ただ口の形が読めた気がした。ありがとう。その瞬間、気配は消えた。冷たさも重さも何もかもが消えた。大腸には月の光だけが残った。私は天井を見続けた。何もいなかった。もう誰もいなかった。翌朝、折りたたまれた紙も写真も消えていた。まるで最初からなかったように。あの老人はずっとこの家を守っていたのかもしれない。50年以上、誰にも気づかれないまま、ただ見守り続けていたのかもしれない。しかし、それで終わりではなかった。祖父が語った、もう一つの話がある。この家には、もう一人、いたのだという。それから、何かが変わった。はっきりとは言えない。でも、確実に何かが、あの夜以来、私はあの家に行くたびに、ある感覚を覚えるようになった。見られている、という感覚だ。怖いわけではない。ただ、誰かがそこにいる。そんな気配が、部屋の隅に漂っていた。祖父はあの朝、何も言わなかった。折りたたまれた紙も、写真も、本当に消えていた。祖父に尋ねても、祖父はただ静かに笑うだけだった。まるで、すべてを知っているように、縁側に座って茶を飲む祖父の背中を見ながら、私は思った。この人は、何を見てきたのだろう。この家で、どれだけの夜を過ごしてきたのだろう。泉州のこの古い監獄は、100年近い歴史を持つ。柱の一本一本に、時間が染み込んでいる。床板を踏むたびに聞こえるきしみも、ただの老朽化ではないと、今は思う。あの大腸丸、あそこで横になったあの夜、天井から見下ろしていたあの顔、それが本当に祖父だったのか、私にはわからない。祖父に似た何か、だったのかもしれない。あるいは、祖父の記憶が宿った何か、だったのかもしれない。でも、一つだけ確かなことがある。あの存在は、私を傷つけなかった。ただ、見ていた。ただ、そこにいた。50年以上、誰にも気づかれないまま、この家を守り続けてきたように。それ以来、私はあの家を以前とは違う目で見るようになった。暗い廊下も、古びた欄間も、ひんやりとした床板も、すべてが、何かを抱えているように見える。夜、布団の中で目を閉じると、ふと思い出す。あの天井、あの顔、あの、静かな眼差し。怖くはない。ただ、寂しい。そんな気持ちになる。ずっと一人で、ここにいたのだから。そして、祖父はあの日の夜、もう一つのことを語った。声を低くして、少し間を置いてから、この家には、もう一人、いたのだという。老人とは別の、もっと古い、もっと深いところにいる。何か、祖父がそれを語ったのは、あの夜が最初で最後だった。次に私がこの家を訪れた時、祖父はもうその話をしなかった。まるで、語ってはいけないことだったように、これが、最後の話だ。それは、終わらなかった。あの夜から、もう何年が経つだろう。それでも、時々、あの感覚が戻ってくる。誰かに見られている。という感覚。背中ではなく、もっと深いところ、胸の奥を、じっと見据えられているような。祖父の家には、もう長いこと足を踏み入れていない。それでも、あの大腸の床の感触を、私はまだ覚えている。冷たくて、硬くて、どこか吸い込まれるような。あの夜、天井に浮かんでいた顔、それが祖父だったのか、祖父に似た、何か別のものだったのか、今もなお、私には答えが出ない。祖父はあの話をした翌朝、何事もなかったように朝食を食べていた。私が、昨夜の話を持ち出そうとすると、祖父は静かに首を横に振った。言葉ではなく、ただ、首を横に振るだけだった。それ以上、聞けなかった。祖父が言ったのは、それから2年後のことだ。穏やかな最後だったと、母から聞いた。ただ一つだけ、気になることがある。祖父が息を引き取る直前、天井をじっと見上げていたという。誰かに向かって、小さくうなずくように、何を見ていたのだろう。誰を、見ていたのだろう。あの古い監獄は今も全州に立っている。誰かが住んでいるのか、それとも空き家になっているのか、私は知らない。ただ、確かなことが一つある。
あの家には、今もまだ、誰かがいる。古くて、深くて、名前のない何かが、天井の向こうで、静かに、誰かを待ちながら、そして今夜も、私はふと天井を見上げてしまう。視線を感じるたびに、あの夜のことを、思い出しながら、